久しぶりですね。お久しぶりです。乾杯。乾杯。最近さ、ビバラ働いたじゃん、俺。乾杯って聞くとさ、気合入るって。気合入ってしまった。そう。その働いた時に、初めましてのお客さんいて、でもうその片方は YouTube 見てくれてたんかな。だから本当に働いてるんですねみたいな言っていただいて、ありがとうございますみたいな。でもなんかどこ住みですかみたいな聞かれて、あれどこ住み？そう思ってどうしようと思って、あ、杉並区ですって。俺は杉並区だから杉並区ですって言ったの。そしたらその子がその連れにどこに住んでんのって聞かれてて、あ、どこどこです。どこに住んでるんですかって俺が聞いて、どこどこです。でその片方もへえみたいな、そうなんですねみたいなところ、あれと思って、あれどういうご関係ですかって言ったら、あ、今日初リアルなんですって言ったの。その2人が？そう、で夜の10時に待ち合わせをして飲み屋に来たんだけど、初リアルに飲み屋ってある？ない。ありえますか？一回もない。なんかご飯食べて盛り上がって行きつけのバー行こっかはあるけど、年末近いじゃん、みんな出会いを求めてるのかなと思って。そうだね、寒くなってきてね。でここでそのパズさんに質問で、年末が近づいてくるっていうことはその前に大イベントがあるわけじゃないですか。はい、クリスマス。クリスマスご予定はどんな感じなんですか？予定はないです。普通に仕事です。でまだ1ヶ月あるから。だって今年のクリスマス何曜日？本当にいつもすごいの見てるね。この間もなんかお店に出勤してる時に男子トイレにお客さんが忘れ物ありますみたいな。それは僕のですみたいな。僕のですって言ってない。その時にちょっと画面がね X でちょっと卑猥なものが映ってたからあ、すいませんそれスタッフのです最低。そうだからスタッフの代からと思ってるお客さんはあ、スタッフのです渡しときますって言って取ったからでもクリスマス今年のクリスマス、あ、水曜日だから土平日の水曜日、金曜日じゃないから、あれ24がイブが火曜日。てかみんなはどうなんですかこうやって。ちょっとコメントで教えてね。でも例年何してたと例年と一番の思い出。一番の思い出、なんだろうな。例年ここ10年は嘘か、ここ5年ぐらいは仕事だね絶対。あ、もう関係なく多分。例えばさ、その時にさいい感じの人いた時もあるじゃん、例えばねいても別に仕事だから俺はそうだね。意外とじゃあイベントとか記念日とかも大事にしない？いや、するよ、するし、クリスマスに関しては仕事だけど、仕事終わってからみたいな。仕事終わってから深夜だね。もう26日になってるんじゃない？じゃあ24の終わりとかにやってたんじゃないか。そういうことか。なんかケーキ食べたりみたいな。家で？やっぱり家だよね。でもあんまりその記念日とか、そういうのイベントごとに気合いガンってこう入れてないかもこれ。相手が入れる人だったらもちろん合わせるし、今までの人が多分絶対クリスマスなんかしようとかそういう人がいなかったの。じゃあちょっと思い出してみようか。思い出してみようか。出会いのさ時期によるじゃん、その熱量って。クリスマスの直前11月10月にいい感じの人が現れたらさ、クリスマスって大イベントになるじゃん。確かにいきなりのね。そうだからカズとの中でその人生の中でそのクリスマス近くにいい感じの人ができたことがありますか？でもあるわ。ある？前の人は9月とか違うな、11月とかに出会った。10月だっけな。9、10、11のどれかに付き合って、でも付き合ってたことも誰も知らないからね、過去に。その男性とね付き合ってたことを知らないから初情報です。はい、皆さん。でも何年前かはちょっと、でもその時は多分クリスマスケーキ食べたと思うけど、多分クリスマスに休みを取ってどっか出かけてっていうのはマジで記憶にない。記憶にございません。プレゼントは？プレゼントは買ったと思うけどな。ある？ここ最近で。ここ最近ではてかもう毎回なんだけど、クリスマスはもう贅沢する日って決めてるから、伊勢丹の地下に行って好きなものをズワーって回って買って、もうめっちゃ争奪戦であれマジ怖いし、ゲイのカップルもいっぱいいるから怖いよ。目とかね。何がケーキをってこと？ケーキとか惣菜とかいっぱいバーって買って、外食した方が安いんじゃねえかってぐらい買って、家で楽しむクリスマスパーティー。そうじゃあ自分で作ったりとかっていうよりかは買ってきて、パーチーだね。学生時代さは友達と過ごしてた？それとも家族と過ごしてた？家族だね。家族だよね。ケーキ食べてたね。中学生ぐらいだよ。中高生
あ、そっか。高校まで実家行ったけど、高校に関しては俺スキーやってたから、もう学校にも行ってないで、もう合宿三昧だったから。学校にも行かなかったの？学校にもじゃない、家にもいなかったから、クリスマス一番嫌な時期か。やってないみたいな。辛いじゃん、スキーの合宿って。だから一番クリスマスのその12、1、2ぐらいは辛い時期だったんじゃない？全然関係なかったね、クリスマスとか。高校卒業してからちゃんとなんかクリスマスっていうイベントごとが、街がさイルミネーションになったりとかさ、あ、ちゃんとクリスマスになってんだなみたいな。そうだね、イルミネーション田舎ないから、イルミネーションとかこっちはあるんですよ。あるんです。大きいのがあって、もうみんな地方から来る人もいっぱいいる。足利出身だから。あ、そうか。足利フラワーパークがイルミネーションすっごいんだけど、 LED 何百万個みたいな。そうだけども、私行ったことないんで、皆さん誘うチャンスです。初めてを奪いますよっていうチルプロモーションも含め。でも今年のクリスマスは仕事じゃん。でもさ、クリスマスに向けてさ、撮影をするじゃん。クリスマスに向けて。じゃあクリスマス撮影をするじゃん。するの？するでしょ。するでしょ。する。クリスマスの辺はもう忙しくて、クリスマスも来てないのクリスマスのこともやって、年末年始も来てないの年末年始のこともやるから。それが YouTuber ってこと？そう。そっか。でいいよ。だってリアルタイムでライブ配信してくれたらいいけど、仕事でしょ？仕事ですね。年末年始はしかも実家に帰るしね、お互い。そうだね。帰んないとね。しかも今年実家帰ったら多分友達と遊ぶじゃん。遊ぶかわかんないけどね。でも遊ぼうとしたらさ、ビッグスターが大砲みたいな。いや、そんなことはないけど、でもここ数年はもうお盆と年末年始帰っても友達とあんま会わないね。なんかみんな子供とかいるし、忙しそうにしてるから。そっか、クリスマスとかね、子供のイベントだし。じゃあ年末年始はね。そう、両家のね。20歳22ぐらいまではもう友達とめっちゃ遊んでたけど、そっからはてかもうほんと実家帰ってなかったの。もう帰省しても実家にいないみたいな。もう遊び多くて、家に帰ってこないんだけど、もう23ぐらいからもう遊び出なくなって実家いるから、親とかが友達いなくなったの？間違いないね、みんなね。どれぐらいいた？その地元に何人ぐらいのメンバーで遊んでたの？会うってなったらトータル1回にじゃなくて1回にじゃなくて何人みたいな、大体遊ぶ。でも多分10から20ぐらいじゃない？そんなに多くてね。10人とするじゃん。そのうち何組ぐらい結婚してる？分かんないけど半分以上はしてんじゃないか。うちの地元はですね、8人ぐらいいるんですけど、もう1人しか結婚、その1組しか結婚しなくて、その中で。そうなの？そう、その8人の中の1組2人ともが結婚して子供生まれてるんだけど、残りはみんなフリーなんで、もうみんな暇なんですよ。みんな暇なんですよ。だからクリスマス年末年始帰ってくるみたいな、どうするみたいな。めっちゃいい地元だね。そうだけどちょっと心配になるよね。もう30手前だからちょっと心配になるんですけど、俺は結婚することはないから。その集まってるメンバーって地元にいる子たち？いる子たち。全員？そうだし、もう大酒ぐらい、もうやばい。大酒ぐらい、もうめっちゃ飲む。お酒飲み？そう、だから居酒屋行ってめっちゃ飲んで。めっちゃいいじゃん。なんか地元からもう出て東京とか、ちょっと都市の方に出てる子たちだったら結婚結構遅かったりするけどさ、田舎にいる子たちって早いじゃん。早い。田舎ですよね。田舎なんですけど一応なんか多分みんな心はシティボーイみたい。そうなんだ。そう、シティボーイだからでもすごいよ。なんかやってる居酒屋を転々とするみたいな、みんなで回って。年末年始やってないからね。そう、あんまり。だけど頼もしいのは、もうみんな大酒ぐらいだからさ、大酒飲みもう海賊みたいなもんだからこの時間になったらここやってる、行こうで行って、店員さん仲いいから「開けて開けて」みたいな「じゃあ何時までね」みたいな。それを転々と繰り返して朝まで、でも 2,3 時までだか、2,3 時まで飲んで帰るっていうのが年末年始てかクリスマスの話だよね。クリスマスの話だよね。小さい頃さ、クリスマスプレゼントもらってた？まずうちはあんまもらってなかったね。もらった記憶は 1,2 回しかない。それは何歳の時？ 1,2 回？小2小3？小2小 3？ じゃあ覚えてる？そのもらったもの持ってる覚えてる。何？靴？学校に入ってく用の靴。小2と小3両方靴？いや、どっちか。どっちか靴で、どっちかはもらってないと思う。小2か小3に1回って？そう、1回もらったのは。その後は1回もじゃあもらってない？もらってないね、クリスマスプレゼント。結構もらってた。そっか、辛かったね。辛かった、いろいろ。待ってます。待ってますクリスマスプレゼント待ってます。ある？
じゃあサンタさん信じてなかった？信じてないよ。保育園から信じてなかったって言われてた。お姉ちゃんがさ6個上だからさ。あーそっか。そう混ぜてる姉がいたのね。そう、それで保育園の時にサンタさんの手紙書いてきたみたいなら長女がサンタさんいないよみたいな知ってたみたいな、いないんだよ。でもそれ信じなくない？小さかったらさ、いやいるもんみたいな。いやもうお姉ちゃんが絶対だったから。あ、そうなんだ。そうなんだ。現実はそうなんだ。そうだからじゃあプレゼントお願いしても無駄だねって言って、そうだよって言って、でも小2か小3にお姉ちゃん、その長女とお母さんが結託組んで、サプライズしようみたいな感じのことを前々から言われて、プレゼントは今年はありますみたいな感じで言われて、もらったから記憶覚えてる。そういうことね。何もらってました？基本ゲームだね。基本ゲームなんだけど、小学5年生ぐらいかな、多分サンタがいないって気づいたのは。遅くない？遅い？多分普通じゃない？普通じゃないか。小学4か5ぐらいかな。でもさ、小学高学年までサンタさんを信じる家庭って俺すごいいい家庭だなって思う。いやでも頑張ってくれてたと思う。なんか弟と同じ部屋だったの、ずっとね、子供の部屋みたいな。姉は別の部屋で、弟が2個下だから結構もう友達みたいな感じで、なんかサンタさんを捕まえようみたいな、小学校の頃はねずっとでもさ今年こそは起きてよみたいな思っても寝ちゃうのやっぱり小さいからさ、もう起きてられないから罠を仕掛けようみたいになって、ちっちゃいミニカーとか、トゲトゲのなんかトゲトゲってそんなおもちゃのやつとかをもう散りばめといて、なんか痛いみたいになるじゃん、それで起きるだろうみたいな、もう仕掛けて置いてるんだけど毎年ダメで。あ、そうなんだ。そう。じゃあ親もそこ知ってるんだ。でもうサンタさんはちょっといないのかなみたいな、親かなみたいな、思った時に、じゃあプレゼント1日前とかに家のどっかにあるでしょみたいな、なってめっちゃ探したの。でもどこにもなくて、だから親めっちゃ頑張ってたの。そうだね、超いい家庭じゃない？でもそれこそうちの長女はさ、サンタさんいないって知ってるけど、でもこれでごめんね、多分じゃあ姪っ子見てるの、姪っ子はサンタさんを信じててで今小3か4なんだけど、ちょっとこの動画見せないように。そうこの動画見せないようにしないといけないで、なんか俺がプレゼント毎年っていうかさ、なんか気づいた時には、どっか行った時にはクリスマス近いし買ってくわみたいな、言ったら、じゃあ俺からって言っといてって言ったら、今クリスマスはサンタさんのことを信じさせてるからサンタさんから全部なります了解です了解ですそう業務連絡です、だから親も頑張ってんだろうね。でなんかゲームだったんだけど、基本的に弟と俺が例えばドラクエだったら、ドラクエのカセットとその本体みたいな、別々だったの。やっぱさちっちゃい頃めっちゃ喧嘩するじゃん、でも2人がちゃんと仲良くしないと一緒に遊べないよみたいな感じので、親が計算して多分バラバラにしてたんだけど、たまにやっぱ喧嘩するじゃん、じゃあもうカセット貸さないみたいなこっちも本体貸さないってなって結果仲直りしなきゃいけないっていう、そうだね、何もできないもんね、お互い何もできないみたいなことをされたから、考えられてたんだなみたいな。確かに。そうそうそう。いやーすごいね。だからみんな何歳まで信じてたんだろうね。そうなんだろうね。いや本当好きだったクリスマスの時期。嘘。そっか。ケーキも食えるしね。ケーキは好きじゃなかった？好きだけど、ケーキってよりかは小さい頃は冬休みじゃん、クリスマスって。で普段あんまゲーム買ってもらえなかったから、そのサンタさんにもらえるものみたいな感じでいたから、もうクリスマス朝起きてそっからずっとゲームしてみたいな、もうめっちゃ幸せだった。冬休みだからね。そうそうそう。そっか。多分小さい頃のクリスマスの思い出しかないのでなんか楽しい思い出を作ってください。はい、そうですね全然楽しいけどね、いつも。そうだ、お客さんの顔見てね。そうそうそう。なんか今年のクリスマスは出勤するかもしれないか。まだわかんないもんね、シフト作ってみないと。出勤、そうだね、わかんないけど、でもいいよね、なんか街がさイルミネーションになってるのすごいいいなってなる。でもさ、毎年さ結局行っちゃうのが青の洞窟行っちゃう。渋谷？そう、渋谷行っちゃうね。写真撮ってもさ、もうアバターみたいな。そう写真は盛れないんですけどその雰囲気が好きだから。いやでも俺大人になってからこっち東京来てから、そのクリスマススポットみたいなあるじゃん、イルミネーション。六本木とか恵比寿ね、ガーデンプレイス、その青の洞窟とかもそうだけどさ、人がすごすぎてさ、ちょっとね、まあでもその関係性によるかも。もう家でよくないみたいになったらなる感じの関係性だったら行かないけど、初々しい感じの付き合いたてとかだったらさ、それでも行こうみたいな。友達とイルミネーション行くのはあり？全然ありだけ
どうみたいなイルミネーションを見に行く。それって友達じゃないよね。ついでとかだったらありだけど、飲みに行くついで。そうだね、確かに。でも飲みに行くっつったら原宿みたいな、渋谷みたいな、全然新宿あと皆さん多分3日4日後ぐらいかにはちょっと重大発表があると思うんで、カズとのインスタの方から。あ、そっか。これっていつに終わるんだっけ。月曜日だから。月曜日じゃない、木曜日か。あ、じゃあもう発表されてるんか。もう発表されてるんじゃないか。発表されてるんだ。発表されてるんで、その続きを多分上がるかな。そう、今後上がってたり、そこでのロケ風景っていうかね、撮影風景かが上がるのかな。ね、皆さん出たら買ってくれますかね。ねえ、本当に。でも本当に頑張ってた。だって朝の6時半起きのホテル帰ってくるの夜の10時とかだったから。まあ頑張ったっていうかは、もう内容がすごいよね。いろんな一面見れると思う。だって俺を見たことないカズト見たもん。いや、俺も見たことないカズト見た。本当にカズトってこんな顔するのみたいな。それは見てないんですよまだ、本誌は。けど撮影風景は一緒に同行してたんで見てたけど、めっちゃやばかったねあれは。あ、てかさ、ポケポケ。あ、そうだそうだよ。次回でよくない。でもさ、違う、パックは引いてほしいから、ポケポケの話は後でするけど、パックは引いてほしいから。今ポケポケハマってて。そう、ポケポケだからなんかちょっと1個引いてほしい。そう、なんか純ちゃんが最初やってて、ポケポケやってるみたいな、やってないみたいな、俺あんまゲームしないんでやってないけどみたいな言ったから面白いよみたいな言ってて、でその後俺ダウンロードして一人でやってたんだけど、純ちゃんやってるのみたいな言ったら、あ、もうやめたみたいな、時間の無駄だしみたいな。ポケポケするんだったら編集したい。なんかじゃあその時カズとかやってる人じゃなかったから、純ちゃんまだやってるのぐらいだったから、でポケポケやるのって多分時間の無駄だと思うよみたいな話をしてたら、カズとがあ、俺やってるんだよねって言って、あ、そうなんだって言って今日会ったから、そしたら純ちゃんも始めないって言って、もうこっからもうポケモンバトル、ポケモンバトルします。でなんか純ちゃんのポケポケ再開したのを引いていいってことなんで引いていきます。あ、これだ、これです。いきます。いくよ。そこやるの？いらない。いらな。あ、でもありがとう。あ、待って、さっき3枚出たんですよ。あ、じゃあ不思議そうね。不思議そうが3枚出たけど、あ、でもまあじゃあもう草デッキにすれば。やだよ、草デッキ弱いじゃん。強いんじゃないの？でもさ、びっくりした。普通さ、ポケポケやってる人だったらさ、1枚ずつこうやってめくっていくじゃん。こうやってやっていくのね。そうなの？そう。最初はやってたよ。でももう煩わしいと思って。ってことで、いきますか、焼き肉屋。あとね、1個言っときたい。何個あんの話。じゃあコメント来てたんだけどさ、なんかコメント気になったのがあって、沖縄のさ、2人で撮ってるやつあったじゃん。その時にコメントでさ、なんかカズとか祭りとかいっぱい行ってて、俺が行ってなかったから、休みの日一緒にいないんですねみたいなコメントが来てたんだけど、いや、いないですよっていう恋人ではないんで、バディスマなんで動画は2人で出てますけど、基本的に2人でいないし、毎日一緒にいるわけじゃない。でも仲いいし、飲み行ったりはするし、行くけど、まあだからカズとがちょっと疲れたからお風呂行こうさ、あ、行こう休みだしみたいな。まあ俺の休みを把握してることは俺も休みを把握してるから、だからそこで休みがあった時に撮影だったりお風呂とか行くけど、毎日は一緒にいないですっていう話をしたかった。やっぱ付き合ってると思われてる。そうなんだよね。一定数いる。でも本当に付き合ってないんですかって聞かれるもん。で、付き合ってないですって言うと、じゃあでも過去にありましたよねとか。ああ、そう思われるよね。ないんですけどね。ないです。最近も話しました。カズトと夜の営みをするんだったら、俺はその辺の女性の方と営みをする方を選ぶって。その辺の女性も失礼だけどね。そう、確かにね。女性に対して失礼だよ。男性が好きだからっていう。そういう意味。家族とやるみたいなもんだよね。そうだね。本当そう。じゃあね。じゃあね。行ってきます。やばい、ケツ痛い。本当にケツ痛いんだけど。首痛い。ボロボロ。